こんにちは、ゆうかです。今日は初めてフェリーに乗ろうと思います。今、大阪にいるんですけど、今日乗るフェリーは大阪から福岡に行くフェリーなので、今乗り場までやってきました。私が乗る船が17時出発なんですけど、今もう16時で1時間前にはいないといけないので、早速なんですけど向かいたいと思います。すぐ上が乗り場なんですよね。大阪のニュートラムという列車に乗って、ここは大阪南港ってところにやってきました。こっちが乗船口ですね。今から乗る船は17時出発で、明日の朝の5時半に福岡の新門司港というところに到着します。だから乗船時間は12時間ぐらい。初フェリーで12時間の旅、大丈夫かな。あ、私が乗るフェリー、あれじゃない？めっちゃでかいんだけど。てか、ここに止まってる車たちはみんな積まれるやつなのかな。だとしたらめちゃくちゃ多いな。でっか。うちの実家より大きい。乗船する前に念のためコンビニに寄っておきます。一番近いコンビニは歩いて5分くらいのローソンでした。ターミナルの2階は待合室になっていて、1階にはチケット売り場がありました。私はネットでチケットを買っていたので、 QR コードを出すだけで乗船手続きができます。お願いします。はい、お一人。あ、はい、はい、どうぞ。ありがとうございます。名門太陽フェリーよりお客様にご案内申し上げます。ただいま大阪南港17時おー、すごい。新門司港行きの乗船改札中でございます。出演を控えていただきますようお願い申し上げます。すごい、船がいるよ。結構遠い。わー、すごい。あっちにもフェリーがいる。あっちはどこに行くんだろうな。オレンジ大阪って書いてる。愛媛県西条市の東予港に向かうフェリーらしい。トラックが多いね。観光用ってよりかはあれなのかな、仕事っていうか、いろいろ運ぶために使われるのかな。調べたらトラックとか重機の海上輸送もしてるらしいです。働いてて偉い。あと少し。はい、一つ上の階になります。あ、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。無事に部屋の鍵をゲットできました。7階の A の46番の部屋です。1個上に登るみたい。なんか階段とかエスカレーターとかもあるけど、全部つながってるのかな。ちょっと一旦荷物を置いたりしたいから、最初部屋に戻って、またこの辺はいろいろあるんですけど後で紹介したいと思います。 A の46、あった、こっちだ、一番左だ。すごい、船の中とは思えない、普通にホテル、結構広めのホテル。こっちがトイレとかシャワーとかがあるみたい。私の部屋は一番奥の突き当たりを左です。遠い、一番遠い。でもやっぱ船の上だからちょっと揺れてる感じは少しだけある。お、あった、ここだ。 A の46ファースト J。 それじゃあオープン。どんな部屋なんだろう、楽しみ。おー、まず玄関、すごい、もう旅館なんだけど。玄関入って、ここにすぐ洗面台があります。やばいね普通にホテルすぎる。そしてこっちに行くと、じゃーん、和室の部屋です。すごい、
やばくない？ちょっとここ一人寂しいな。4人くらい泊まれる。ここの景色はどんな感じなんだろう。めっちゃ気になる。もう見ていいかなせっかくだから見ちゃおう。でもまだ出発してないから予想通りな景色ですね多分これ出発して海に行ったらめっちゃ綺麗なはず。てかさっき私揺れてるって言ったけど、これ揺れてるわけないか。すごい。それでは明日の北九州新門司港入港までごゆっくりお過ごしください。めっちゃいい部屋です。ちょっと一旦休憩。移動がめっちゃ疲れた。長かった。今回飛行機で来たんだけど、関西国際空港に着いて、関西国際空港からここのフェリーターミナルまで電車とかバスで来なきゃいけなくて、それがね2時間ぐらいかかったからめっちゃ大変な移動でした。今から12時間移動するんですけどね。この辺もすごいお茶とか充実してますね。全部飲みきれるかな。出港まであと15分あるので船内の設備を紹介していきます。乗客が過ごすスペースは6階から8階部分で、8階にはデラックスとスイートのお部屋と展望デッキがあります。7階は私が泊まっている階で、ファースト A、B、J のお部屋とツーリストのお部屋があります。6階にはツーリストとエコノミーのお部屋があったり、展望浴室、レストラン、売店があったり充実してます。ちょっと気になったのがこれ、ゲームコーナー。少年心が騒ぎます。6階には自販機コーナーもあって、飲み物には困らなそうで安心です。ビールの自販機発見。こんなに設備が充実してるなんて知らなかったので、出港前からワクワクが止まりません。初フェリー記念に勢いで撮ってみましたが、さすがに恥ずかしすぎたので下船します。エレベーターで8階に上がってきました。ここには例のスイートとデラックスのお部屋があります。私は部外者なのでこっちじゃなくて展望デッキの方に向かいます。展望デッキの入り口は8階なんですけど、階段で7階のデッキに降りることができます。それでは皆さんも一緒にフェリーに乗ってる気分で景色をお楽しみください。船尾から綺麗な夕焼けを見ることができました。7階の室内展望デッキに移動してきました。いよいよ17時になりました。17時ぴったりで17時00秒で船が動き出しました。時間守りすぎてる。助かる。バイバイ大阪、またね。名門太陽フェリーから見れる絶景三大華僑、全制覇できるように頑張ります。これが船内の営業時間。遅くても22時には全部閉まっちゃう。ここはテレビラウンジ。名前がかっこいい。部屋からの景色すごい。ここはちょうど進む方向のど真ん中の部屋だから一番景色がいいんじゃない？やったね。ちょっと気が早いんだけど、これセットしとこっかな。これあった方がくつろげそう。
すごい快適空間すぎるでしょこれ。ちょっと一服しよう。今日泊まってる部屋なんだけど、ここはファースト J の和室っていうところで結構人気な部屋なんだけど、今日はたまたま空いてたんだよね。なんか他にもね、スイート A とかスイート B とか、ここよりもめっちゃ揺れてるここよりもいい部屋があるんだけど、スイートの部屋、そこの部屋はここよりももっと高いです。ここは今日1万8000円くらいしました。本当は4人部屋なんですけど、1人だからねちょっと高いんですよ。本当は1人だから2リストの部屋に泊まろうと思ったんですけど、予約がいっぱいになってて、そこだったら1人6000円くらいで泊まれるんだよね。泊まれるとか移動できるっていうか、部屋以外は普通に朝のビュッフェがついてたりとか、夜レストランに行けたりとか、他の条件は変わらないからめっちゃお得なんだよね。このフェリーは車も乗せれるんだけど、私は今日乗せてないんですけど、車を乗せるってなったらプラス6000円くらい、2万4000円で車も乗せれるみたいです。軽自動車くらいの3メートル以下の車はそんぐらいらしいです。でもトラックだったら多分めっちゃ高いかもしれない。ここの部屋にトイレはついてないんですけど、スイートルームだったら各部屋1つずつトイレがついてるみたいです。私はトイレ使わないから全然ついてなくていいんだけどね。じゃあそろそろトイレ行きたいから、トイレ行ってレストランでも行ってきたいと思います。よいしょ。夕食はバイキング形式で大人1人1800円。お酒は飲み放題はなくて単品注文です。今18時でちょっと早いんですけど、20時にレストランが閉まっちゃうんですよね。食券ゲットしました。元を取れるように気合い入れて食べます。お料理はこんな感じでいろいろな種類がありました。美味しそうすぎる。唐揚げ2キロは食べれそうです。海の上でカツオたたきが食べれる時代、感じます、幸せを。ビールはセルフで入れるみたいです。手作りのビール絶対美味しいよね。安心してください。両替もしてもらえます。いらっしゃいませ。特急2番の特急機においでください。ビール、泡が必要なので少々お待ちください。お釣りのある方は忘れずにお取りください。特急をお取りください。ありがとうございました。じゃじゃーん。大量にお料理持ってきちゃいました。編集中の私までお腹空いてきました。いただきます。まずはもちろんビールから乾杯。フェリー飲み格別です。元取るために目標22時まで食べようと思ったんですけど、一応90分までらしいので皆さん注意してください。お料理は品数も豊富だったし、本当に全部美味しくって、船の上にいるのを忘れそうになりました。フェリーでご飯食べるのが初めてだったので、正直もっとしょぼいかなって思ってたんですけど、いい意味で裏切られました。こんなに美味しい料理食べれるなら一人でも楽しいと思ったけど、みんな楽しそうにお話ししてて4回下船したくなりました。 YouTube 始めてからぼっち加速した気がするんだよね。友達になってもいいぜって人は登録お願いします。そういえば18時過ぎくらいに絶景三大華僑の明石海峡大橋が見れるの忘れてた。ご飯の途中なんですけど急いで見に行ってきます。明石海峡大橋が見えてきました。兵庫県神戸市と淡路島をつなぐ橋らしい。めっちゃ綺麗だけど超寒くて、外の展望デッキで見てるの私一人だけでした。急いでレストランに戻ってきました。
戻ったらお料理のラインナップが少し変わってて、お客さんもだいぶ少なくなってました。ごちそうさまでした。おかわり2回しかできなかったけど、めっちゃ美味しかったです。食後の散歩がてら売店に来てみました。店内には関西の食べ物系のお土産が多くて、30種類くらいいろんなのが売ってました。普通のお菓子とかもたくさんあります。お店入った瞬間、月化粧っていうお土産と目があったので、これを買ってみます。売店と同じ6階にあるプロムナードという休憩スペースにやってきました。さっき買った月化粧が食べられたそうにしてたので、1個だけ味見したいと思います。あ、そう、この限定ステッカーも売ってたので記念に買っちゃいました。カモメのフェリーニくん。ここのプロムナードでは景色を楽しみながら軽食を食べたりお茶してる人が何人かいました。まあここで月でも見ながらゆっくりしますか。あ、三日月だ。いただきます。遠くに見える街の景色がすごく綺麗でした。部屋に戻ってお風呂の準備をしてきました。この先の廊下に展望浴場があるらしい。お、ありました、女湯。それじゃあ行ってきます。すっぴんで失礼します。お風呂に入ってきました。髪も洗えてめっちゃすっきりしました。お風呂の帰り道にゲームセンターを発見しました。スーパー銭湯とかにある小さなゲーセンみたいな感じで、UFO キャッチャーとかパチンコとかが置いてあります。気になった景品があったので200円だけスパチャしてみます。21時半になったので瀬戸大橋を見に展望デッキに出てみました。あれ、写真で見た橋より暗い気がする。気のせいかな。フェリーで瀬戸大橋の真下を通ってます。すごい、こんな機会ないよね。これで絶景三大華僑の3分の2を制覇しました。イエーイ。船内に戻って自販機コーナーに来ました。お目当てはもちろんこの自販機です。ビール買おうと思ったら100円2枚しかなかったので、今夜はこの贅沢縛りで手を打ちます。贅沢絞り買ってきた。いただきます。美味しい。さっきお風呂上がった後に瀬戸大橋を見てきたんだけど、瀬戸大橋は岡山県の児島とあと香川県の坂出市を結ぶ橋で、ポスターが貼ってあって、そのポスターがすごい光ってて赤い橋だったんだけど、実際見たら綺麗ではあったんだけど、ちょっと光が薄くてこれかなみたいな。で見てる人もね3人くらいしかいなくて、寒いってのもあったんだけど、意外とねなんかちょっと分かりづらかったです。そう、温泉も入ってきたんだけど、温泉ってか普通に温泉があるのがすごいよね。中はねスパっていうよりかは、銭湯、お湯が2つあって人がねめっちゃ多かったです。そんな広くはなくて、なんかワンルームみたいな広さに30人くらいいました。めっちゃ多かった。
私人混み苦手だから10分ぐらいで出ちゃいました。タオルが有料レンタルあったんだけど、レンタルで400円でちょい高なんで、行く予定がある人はタオル持ってった方がお得かなって思いました。あとね、展望風呂っていうだけあって、その窓がついてるから窓から外の景色見えるんだけど、夜だから真っ暗で何も見えなくて、お風呂はね朝行った方が綺麗なのかなって思いました。てか展望風呂がまさにこんな感じ、こういう窓がお風呂にある感じ、今みたいな感じで真っ暗でね何も見えないんですよ。船の揺れはねそんなに気にならないです。たまにちょっとおうってなる時はあるんだけど、なんか船乗ってるの忘れるくらいめっちゃ居心地よくて、たまにねフラってするんだけど、でも私お酒飲んでるからさ、お酒でフラついてるのか船でフラついてるのか分かんないんだよね。いやお酒かもしれないこれ。あとねテレビ見れるんだけど、テレビで10番押すと船ポジっていうのが見れて、船が今どこにいるかを見れるんだよね。今船はここにいます。この緑の線が瀬戸大橋かな。今ね丸亀市あたりにいます。香川県の左上あたりかな。初四国上陸、上陸はしてないかこれでもまだ半分あたりかな。あと半分ぐらいあります。でも結構眠いので、明日バイキングが4時半からなんですよ。だから今日はちょっと早めに寝たいと思います。なんかちょっと修学旅行みたいじゃないてかこの布団いいな。なんかちょうどいい厚さ。明日4時半か、早いな。朝ごはんバイキングなんだけど4時半から食べれるかな。でもせっかくだからちゃんと起きていきたいな。早起きできるかな。やばい、全然眠くなんない。数えるか。フェリーが1つ、フェリーが2つ、フェリーが3じゃあおやすみなさい。いただきます。今時間が朝の4時50分なんですけど、結構もう人が多くて、朝食もバイキングなんですけど並んでました。ちょっと恥ずかしいからあんまり喋れないんですけど、人多いから。朝食はなんかご飯があるかと思ったらパンしかなくて、こういう感じの朝食です。飲み物はミルクにしました。見て、マーガリンがマリーフード株式会社だって。船用の食品なのかな。すごい。そう今の場所なんだけど、今ねこの辺にいます。門司区がここなんだけど、もうすぐ着きます。あと1時間だからだいぶこう見ると移動しましたね。すごくない？この移動距離。私眠すぎて昨日動画切った瞬間寝ちゃって、でさっき3時半に起きたんだけど、もうねぐっすり寝すぎて全然揺れは気にならなかったですね。今ももう船に乗ってるのを忘れるくらい全然揺れてないです。今回のフェリーの旅、今までの旅でめっちゃ上位に入ってくるかも。いやなんなら1位、いや1位開けておきたいんだけど2位にしとくか。2位ですでも強いて言うなら朝食ご飯とあとあったかいミルクが欲しかったなでも安いしね、あんまり文句は言えないけど。朝食単体だったら400円、大人400円食べれて、私はセットにしたから実質200円です。めっちゃ安くない？
昨日の夜中の12時頃に来島海峡っていう橋を通ったらしいんだけど、それはね起きてられませんでした。3回全部で橋通るんだけど、2回は見れたんだけど最後の1回だけ見れなかった。悔しい。ごちそうさまでした。部屋に戻って下船の前に身支度を整えていきます。歯ブラシセットとかのアメニティは置いてあったのでめっちゃ助かりました。すごい名門太陽フェリーのタオルがありました。本日はシティライン名門太陽フェリーフェリー大阪2にご乗船いただきまして誠にありがとうございました。どちら様も長らくのご乗船大変お疲れ様でございました。本船およそ15分で北九州新門司港へ到着いたします。どちら様もお忘れ物などございませんよう今一度お荷物、お手回り品などお確かめの上、下船の準備をお願いいたします。本船北九州新門司港到着後に行います。季節のせいなのか部屋が結構乾燥してたので持ってきたボディクリームを塗っておきます。海の上だから乾燥しないと思ってたんですけどね、全然そんなことなくて困りました。よし、これで帰り支度はバッチリです。ご利用くださいませ。小倉駅に到着しました。結構外が明るくなってきました。今日は名門太陽フェリーっていうフェリーに乗ったんですけど、もうね本当に良かったです。大阪南港から新門司港まで行ったんですけど、もう本当に動くホテルみたいな感じで、ただね全部の時間が早すぎてチェックアウトが5時半のホテルっていう感じでしたね。夜の6時にご飯食べて朝3時に起きて4時から朝ごはんでっていうちょっとおばあちゃんおじいちゃんスタイルの生活リズムだったので、なんか他にもねもっといろんなフェリーに乗ってみたいなって思いました。普通にフェリー楽しすぎて沼りそう。これからいろんなフェリー開拓してみたいです。なんかみんなのおすすめフェリーとか豪華なフェリーとかあったら教えてほしい。私の理想は温泉がついてて、あとご飯もうちょっと豪華だったら嬉しいな。でも本当に楽しかった。乗り物界であんま順位つけるの良くないなけど、マジトップクラスに楽しかったです。今回12時間で長いかなと思ったんですけど、全然あとプラス10時間ぐらいしても入れるくらいこれがもしお昼過ぎに降りるだったらもう一回温泉入れたし、もうちょっとゆっくり寝れたから、もうね何時間でも入れるくらい居心地が良かったです。船酔いもするかなと思って酔い止めの飴も持ってきたけど、結局飲まずに船酔いも一回もしなくて全然平気でした。そう、ここの小倉駅に今日来たわけじゃなくて、ここも実はまだ通過点でまだここから先に進む予定なんですよまた次の動画でそれは出すんですけど、ここからまた3時間ぐらいかけて移動したいと思います。ということで私の初フェリー旅でした。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お待ちしてます。じゃあバイバーイ。